佐渡瀬者は周りの大人たちを驚かせる早熟ぶりを見せました。10歳の時にはいくつかの政策について批判的な意見を述べ、幼いながらも非凡な知性を発揮し、大人たちの注目を集めました。しかし、その意見がノロンパを批判するものであったため、彼は早くからノロンパに警戒されるようになりました。四女はノロンパとソロンパが激しく争う政治において、佐渡瀬者が王になった時に、老練の重臣たちとの権力争いの中でうまくやっていけるのか不安だったことでしょう。若いうちから経験を積ませようと思ったのかもしれません。佐渡瀬者が14歳の時、父四女の健康上の理由で政治の代理調整を始めました。ところが次第に佐渡瀬者とノロンパの相性の悪さが決定的となり、佐渡瀬者が王に即位したら我々は危ないと危機感を持ったノロンパは佐渡瀬者の評判を落とす工作を始めました。四女に彼の素行の悪さを吹き込んだのです。それを聞いた四女は幾度となく佐渡瀬者を呼び出し叱責しましたが、彼は次第に父に反発するようになり、親子関係は悪化していきました。それでもノロンパは佐渡瀬者を追い詰める策謀を練り続けました。その首謀者は最も信頼しているはずの身内でした。具体的には次の人物が挙げられます。正室のヘギョン郡の叔父である本イナン、四女の側室であるペスギムン氏、同じ母から生まれた妹のファワン王女、佐渡瀬者と対立したノロンパの重臣キムサンの父から、そしてノロンパからの重圧に耐えられなくなった佐渡瀬者は次第に精神を病み、異常な行動が増えていきました。例えば酒癖の悪さ、側近への暴力、側室を殴って命を奪ってしまった行為、王様に無断で平壌に行く事件、金銭との放蕩生活などの問題行動を重ねました。これらの行動が重なり、ついにはノロンパの企みによって父四女の信頼を失ってしまいました。ドラマの冒頭はいきなりこの事件の場面から始まります。これは朝鮮王朝時代に起きた最も衝撃的で
有名な事件です。1762年、四女は自らの息子であるサドセジャを米びつに閉じ込めてしまい、飢えて亡くならせたのです。その時、四女は68歳、サドセジャは27歳、長女は10歳でした。四女はサドセジャに政治を任せようとしていました。しかし、サドセジャは素行が悪く、精神を病み、奇行を繰り返していました。四女は何度もサドセジャを叱りましたが、彼は改善しませんでした。ノロンパはサドセジャが将来の王としてふさわしくないと考え、謀反を企てていると訴えました。謀反は王権を揺るがす大罪です。四女は激怒し、サドセジャを廃位して庶民に降格した上で、自分の息子に自ら命を絶つように命じました。四女が刀を持って催促すると、サドセジャは自ら命を絶とうとしましたが、サドセジャの臣下が止めました。サドセジャは父に許しを請い続けましたが、四女はその願いを拒絶しました。息子がいつまでも許しを願い続ける様子に、四女は業を煮やし、ついにサドセジャを米びつに閉じ込めました。長女は祖父に父上を助けてくださいと懇願しましたが、その願いも聞き入れられることはありませんでした。閉じ込められている間、サドセジャには食事も水も与えられることはありませんでした。8日が経ち、米びつの蓋が開けられると、そこには飢えて命を落としたサドセジャの姿がありました。どうして親子関係がここまでこじれてしまったのでしょうか。サドセジャが自ら命を絶とうと何度もしようとしたができなかったのは、まだ生きたい、そして父に認められたいという強い思いの表れだったのではないでしょうか。一方で、四女も何度も息子を叱り諭していることから、決して息子に無関心ではなかったはずです。お互いに親子として深く思い合っていたにもかかわらず、このような悲劇が起きてしまいました。この不幸な結末には胸が痛みます。一体なぜここまでこじれてしまったのでしょう。本当に悲しい出来事です。四女は先王に毒を持った疑惑を持たれた王でした。そのため、サドセジャには広く認められる王となることを強く期待していたのだと思います。この事件の背景には、ノロンパとソロンパという
政治派閥の対立があったことも否定できません。しかし、それ以上に四女のサドセジャへの過度な期待が徐々に失望へと変わり、ついにはこの悲劇的な米びつ事件につながったように感じられます。四女にとってしつけと思ってやっていたことがサドセジャにとっては虐待となっていたのでしょう。父を怖がり、精神を病んでしまったサドセジャの姿を見ると、現代の視点からは四女が毒親と思われても仕方がないかもしれません。しかし、四女自身もまた全力で王として国を守ろうとし、父として息子を導こうとする中で苦悩し、追い詰められていたのではないでしょうか。この物語から私たちが学べるのは、誰かに過度な期待をかけることの危うさや、相手を思う気持ちが時にマイナスの方向に働く可能性があるということです。歴史を振り返ることで、こうした悲劇を繰り返さないための糧にしたいと思います。サドセジャの家族についてお話ししましょう。サドセジャには3人の側室がいました。そのうちの1人、スクピン・イム氏についてお話ししましょう。彼女は女官出身で、サドセジャが17歳の頃にヤンイとなり、正式な側室となりました。彼女はウノン軍とウンシン軍という2人の息子を産みました。サドセジャが亡くなったため、彼女は側室の称号を廃され、2人の息子と共に王宮を追放され、生活に苦労しました。しかし、その5年後、四女から住まいを与えられ、そこで暮らしました。彼女は四女よりも先にこの世を去りました。彼女の息子たち、ウノン軍とウンシン軍は、後に長女について語る際に、重要な人物として再び登場します。彼らの存在をぜひ覚えておいてください。キョンビンパク氏は珍しく名前がわかっている女性で、ピンエと言います。彼女は義理の祖母であるイノンワンフに仕えるチムパンの女官でした。サドセジャは彼女を気に入っていましたが、許可なく目上の人に仕える女官に手を出してはいけないので、長い間片思いにとどまっていました。サドセジャが22歳の時、イノンワンフが亡くなり、彼はピンエを妾にしました。さらには同じ母から生まれた妹であるファワンの住まいに彼女を隠したこともありました。それを知った四女は
激怒しましたが、結局ピンエがサドセジャの妾となることを黙認しました。ただし、称号は側室としてではなく、女官のままでした。二人の間には一男一女が生まれました。彼女はサドセジャが最も愛した女性でした。しかし、悲劇が起こります。ある日、彼女がサドセジャの着替えを手伝っていたところ、彼女に日頃の行いを注意されて、彼は癇癪を起こし、暴力を振るってしまいました。さらに、彼女との息子であるウンジョン軍を刀で打ちつけ、池に放り投げました。ウンジョン軍は助けられましたが、結果的に彼女は命を落としてしまいました。サドセジャは衣服恐怖症で、服を着るのを怖がっていました。この出来事は後に四女の知るところとなりました。四女は愛していたはずなのになぜだと激怒しましたが、サドセジャは当初自分の行いに対して讒言したからだと答え、後に頭がおかしかったのだと言い直しました。なお、彼女との間に生まれたウンジョン軍は長女の代でまた別の悲劇に見舞われることになります。その詳細については後ほどお話しします。